から実力と数字が見合ってないんですよね。伴ってない、単純に。だがしかし今月のナンバーワンは俺だよ。店長だけが見抜いた。来年のザ・クラブは閑古鳥が泣くんじゃないかなっていうのは本気で思ってます。本気で思ってます。これは今年でこの宴も終わってしまうと、そこにあの気まぐれ男が帰ってきた。今年投げ全然使ってないのに今の時点で1億5000円ぐらいなんで、ワンチャン去年に越すかもしれない。逆に何やってるんですか、来ない時は。何や、まあ、楽しんでますよ、せよ。ザ・ローランドショー開幕。この日、俊が突然の出勤。久しぶりです。俊さんはもうどういう感じなんですか。どういう感じとは、もう毎日出勤感なし。ああ、そうですね。割と自分の自由な感じでやらせてもらって。来たい時に来るって感じ。そうですね。まあ、来たい時というか、お客さんが来る時。そんな気まぐれが許されるのは俊だけだ。今から5年前、ホスト界最高級価格ハーリーペルフェクション婚約一撃になりました。ありがとうございます。ローランドが打ち立てた年間1億6000万円の売上記録。その記録を昨年更新したのがザ・クラブで不動のナンバーワンだった俊。抜いたんで。ああ、やられた。帰ってきました。俊さんの時代です。練習の美術館がわかりません。カオさん、10万円。コロナ禍の中、投げ銭という新しい形、つまりオンラインホストを実践したのも俊。しかし年間ナンバーワンを機に熾烈な売上競争からは退き、現在は俊さんはどれくらい来てるんですか。まあ、彼はもう自由主義みたいなノリです。なめてるんですよあいつら。なんかもう売り上げ上がっちゃうし、配信の方がなんかこういいみたいになってるかもしれないですけど、社長も頭を抱えていた。俊の出勤事情は今。何回目なんですか。どうだろう。俺今日で何回ぐらい出勤わかんない。割と出てるかな。11、2ぐらいでやってる。今日でね、6日目ですね。6日目です。逆に何やってるんですか、来ない時は。何や、まあ、楽しんでますよ、せよ。余生を。まあなんか人生長いじゃないですか。ずっとまあ仕事してるフェーズもあれば、自分のなんか楽しいことしてるフェーズもありみたいな。配信してるっていう。配信も全然してないですよ。配信してない。してないです。月1回ぐらい。配信もしてない。この間昨日ちょうどチャンネルが2周年で久しぶりにやりました。最近はもう配信も月 1,2 回ぐらいで、マジで YouTube も更新してないし、本当に自分の好きなことしてるし。まだ来たこの秋賞。ナンバー上がってるじゃないですか。ナンバー上がっててもなんか普通にナンバーは外れてるけど競争に巻き込まれないで普通のなんか仕事としてできてるみたいな。だから地味に売り上げもなんか上がってるし、なんか落ちてないから、まあ、これはこれで需要があるうちはいいのかな。ニーズがなくなったらまあ売り上げ下がるじゃないですか。そうなったらもういよいよ考え物ですよ。今年今1億5000万ぐらいです。ナンバー上がってるけど、去年あんだけ頑張って記録更新して。そう投げ銭もあんだけ使ってたのに、今年投げ銭全然使ってないのに今の時点で1億5000ぐらいなんで、ワンチャン去年に越すかもしれない。一体どうやって稼いでいるのか。どうしようかな。めちゃめちゃ狭いんだここちょっと。あ、大丈夫ですか。配信を見て俊に会いに来た様子。やばいっす。資源バージョンってことです。はい。あ、本当です。
昨日ちょうどね、2周年の。はい。自分でリピートして鏡ですね。画面越しに憧れを抱いていたからこそ、隣に座る喜びもひとしおだ。永久伸びるね。この日、旬の指名客は2名。ありがとう。当然のように高級シャンパンが飛び交う。そんな彼の仕事ぶりに黒崎店長は、俊さんの出勤はもう完全に自由なんですか？アドバイザーっていう役職に変わった段階で自由出勤です。あ、今アドバイザーなんですか？アドバイザーです。はい。経営陣に回るあ、彼ですか。彼はシュンは賢いんで、自分がそういうことに向いてないっていうの分かってるから興味ないんでしょうね。結局ホストクラブの世界で、長くホストクラブを経営できる人の特徴って、すっげえスーパースターとかすっげえ売り上げがあった人が経営者でやるよりも、下の子の面倒見たり、下の子の相談乗ったりとか、一緒に時間を共有してるやつの方が経営したらうまくいくんですよ、この世界は。だから社長は大スターだったけど、じゃあ経営者としてその大スターの時のノリで経営者として合格かつが本来の社長のあれだったらもっとなっててもいいと思うんですよ、ぶっちゃけ。だからこんなこと言ったら思いますけど、じゃあローランドとしてのホストの当時の一個人と、そのブランド力とカリスマ性の経営者として、だから俺ももっとやんなきゃいけないんですけど、だったら僕らは多分80点ぐらいだと思ってます。もうちょっと俺らはなんかタレント業も忙しいじゃないですか。ホストクラブのみ特化したらもっと行くんでしょうけど、こんだけの売り上げと知名度って満卓じゃない日たくさんあるじゃないですか、正直。普通に見たら毎日満卓じゃなきゃおかしいですからね。これは単純に、ちょっとその知名度生かせてないのかなが本音です。自己評価は結構厳しいですよ。ホストクラブは会社のようなもの。組織だから一流プレイヤーだけでなく、マネージャーや監督がいないとバラバラになる。一方、10月末にすでに3億円の売り上げを突破した我が道を行く4番バッター鈴鹿椿。乾杯。指名2回目でこうやって何十万とか、今日も会計14万とか15万じゃんしてくれるのもやっぱすごいよ。だって俺居酒屋で働いて給料7万やったから5万か。そんなの上を見たらキリがないから。だってそんなん言ったら融資なんて一撃8000万とかあったよ。でも別に比べてないから、俺は別にいいの、本当。うるせえバカ、とりあえず飲めよ、お前うるせえから。お前うるせえから、お前ちょっと黙って飲め。ありがとうな。このオラオラぶりが癖になるらしい。とそこにあ、そうなの。結構成功してるらしいね。だよね。接客しているのは男性。これは一体。お友達なんですか？そうです。昔のホスト仲間みたいな。ホストなんですか？昔です。相当昔です。あ、元ホストさんっておいくつなんですか32です。昨日32。今日はちなみにどういう経緯でいらっしゃったんですか？もう旬の姫です。あ、俊さんのお休みですね。お仕事で知り合いになって、たまたまそうですね、私働いてたっていうのは行ってみたいっておっしゃってたんで。そう、椿と同い年で
ホスト駆け出し時代を過ごした戦友だという。成長してましたね。椿っていう人が。そうです。椿は成長してましたね。お客さんの層とかマーケットは変わってるんだろうなと思いました。肌感で。何を見た？それなんかもうお姫様ですみたいな感じとかから普通の人が多くなったみたいなのはありますね。ホストクラブは閉ざされた怖い空間。そんなイメージでは今や女性客が寄りつかなくなる。一方オラオラ系ホストの椿は、ホストなんてみんな客のことが嫌いっすよ。そんな金使ってなんぼっすよ。稼ぎに来てますから、歌舞伎町に。この発言に対しては、本音で語っててすごい、いや最低な男だなど賛否両論、多くのコメントが飛び交ったが、でも世の中の姫に言いたいですよ。やっぱホスト担当とお姫さんが結婚して僕みたいになる人もいるんで。お客さんと結婚したのは？なるほどなるほど。見させよ。お金を介して男女が結ばれるのもまた事実。閉店間近、歯止めの効かない宴が続く。だからこそこの男の不安は増していく。緊張すぎますか？もろもろ。店、いやメディアのあれで、メディアがのおかげっていうか、あれがね、ビジネスとして見たら良くないです。長期で見たら短絡的になったらいいですけど。何が悪い？いやだから結局その分かんないです。まあだからそのなんだろうな、だから実力と数字が見合ってないですよね。だから伴ってない、単純に。だから実力と数字が見合ってないですよね。だから伴ってない、単純に。一体どういうことなのか。今入ってきた子たちってローランドショーを見て、ほとんどの子はみんな入ったわけじゃないですか、オーディションとか含めて、ホストのこういうローランドさんに教わりたいからって入ってきてないんですよ。今入ってきてる子たちはバリバリのローランドさんも知らないわけだから、ホストのローランドさんを見て入ってきてないから、ホストとして入ってくるっていうより、なんだろうな、もう意気込みが違うんですよね、今の子たちの方が。今新人ホストが理想とするのは、テレビや YouTube の画面越しに映るローランド。現代ホストの帝王ローランドではなく、タレントのローランドみたいになりたいのではないか。鬼軍曹こと黒崎店長はつぶやいた。今の店には真のローランド・チルドレンがいない。あとはこのホストで一番やっぱ怖いのは、今椿という人がめちゃめちゃいいじゃないですか。で本当に日本の歴史を俺塗り替えるんじゃねえかなってガチで思ってるんですけど、でもこれって今その目標が高すぎて、そこをクリアしたいって2人でやってるけど、これが終わっちゃった来年が一番やばいです。そう、今店では年間売上ナンバーワンをかけて両雄が争っている。現在3億超えの椿と肩を並べているのは有志。一時ホストを辞め、港町の飲食店勤務を経て一年発起。今ではこの店の看板ホストだ。で椿の融資が来年やばくなるとどうなのかっていうと、店の売り上げが下がるから店の元気もなくなっちゃって、全体的に、ちょっと俺は来年のザ・クラブは閑古鳥が泣くんじゃないかなっていうのは本気で思ってます。本気で思ってます。これは来年のザ・クラブは閑古鳥が泣くんじゃないかなっていうのは本気で思ってます。本気で思ってます。鬼軍曹の不吉な予言、それは言霊となってしまうのか。